エコプラを重厚感のある鎧のように。プラぼっち研究所。皆さんこんにちは。プラぼっち研究所の所長です。突然ですが、皆さんはエコプラを組んだことありますか？バンダイのプラモデル生産工程で出る廃材をリサイクルして作られたこの真っ黒なガンプラです。普通に組むだけでもシックでかっこいいエコプラなんですが、今回はこの真っ黒な成型色という最強のアドバンテージを生かして、まるで中世の重厚な鎧のような質感に変貌させていきたいと思います。それでは動画の全体の流れとしましては、今回使用する道具の紹介、下準備、実演、完成レビュー、まとめ、このような感じでやっていきます。そして今回エアブラシや塗装ブースといった大掛かりな設備は使いません。そう、今回使う技法はドライブラシ。過去にドライブラシの解説動画も上げておりますが、特別な道具は使わず筆1本で圧倒的な金属感と重厚感を引き出します。エコプラが化ける瞬間をぜひ最後までご覧ください。それではやっていきましょう。はい、まずは今回使用する道具を紹介していきましょう。まずはとにもかくにもこちら、エコプラのグフですね。そしてこちらのグフはハイグレードではあるんですけど、リメイク前のグフです。ちなみにこちらがリメイク後のグフなんですけど、若干ね、パーツのはめ合わせとか、バックパックの大きさが変わっていたりします。続いてはドライブラシに使う道具。まず一つ目がこちら、タミヤのモデリングブラシ HF の平筆です。そしてこちらの筆先、かなりボサボサになっちゃって、もうパイナップルみたいになっちゃってるんですけど、全然問題ありません。むしろこのくらいボサボサしてた方がランダムな感じにドライブラシできるので、むしろこのくらい使い古した方がドライブラシとしてはやりやすいかもしれません。続いて必要な道具はこちら、キッチンペーパーですね。こちらはティッシュペーパーとかでもできなくはないですけど、ティッシュだと結構ホコリが出ちゃうと思うので、キッチンペーパーの方が絶対おすすめです。続いて使う塗料がこちら、タミヤのクロームシルバーです。シルバーの色はお好みで変えてもらっても全然大丈夫です。そして塗料といえば水性ホビーカラーとかね、他にも色々あるんですけど、個人的にはこちらのエナメル塗料がドライブラシには使いやすいと思います。水性ホビーカラーだとドライブラシでね、こう引っかくように塗りたいところなんですけど、先端の塗料がすぐ乾いてしまってなかなか塗料が乗らなかったり、かといってギュッてやりすぎると塗料が出すぎてしまったりしてしまうことが多いので、割と乾燥が遅めなこのエナメル塗料が使いやすいかなと思います。あとは他にね、筆を洗ったりするものも必要にはなってくるんですけど、ドライブラシとして必要なものはこのくらいで、続いての応用パーツとしてはこちら、ルビーです。嘘です。Amazon で大量購入した謎のキラキラです。これはせっかくドライブラシでね、重厚感のある金属表現やっても、こういう感じでね、目がシールとかだとなんかダサいというか安っぽい感じになっちゃうかなと思ったので、こちらのカメラアイにね、ルビーを埋め込んでいきます。一応準備するものとしては今回はこんな感じですね。非常に少ない。それでは早速やっていきましょう。で、ドライブラシをする前にちょっと下準備をしていきます。というのもですね、このような感じでゲート処理全然やってない箇所があったり、パーツのはめ合わせが悪かったからなのか、ちょっと空いている部分があったりね、しますので、そういった部分を整えていきます。それとこちらのキットは合わせ目が結構ね、こういったところに出たりするんですけど、そういうのもね、ドライブラシをした時のちょっとした味になるかなと思ったので、あえて残します。っていうふうに思ったんですけど、肩アーマーの部分、ここだけなぜか片方だけ合わせ目消しの接着剤塗布までやって、で片方はねやってないっていう、なんか中途半端な状態で置いてあったので、肩アーマーの部分だけどちらとも合わせ目消しをやっておきます。それではまずは作業しやすいようにパーツを分解しまして、こちらの昔のハイグレードのグフのキットは胸と腰のパーツが一体化してますね。一体化というか、可動がないですね。全く動きません。ちなみにリメイクのグフは腰が回転させられたり、ちょっと上向いたり下向いたりっていうのができます。ということでまずは合わせ目消し行いましょう。肩アーマーの真ん中に割れ目が出てしまうんですが、こちらのように接着剤で埋めていきます。
はい、むにゅっと。こちらはしばらく置いて乾燥させましょう。乾燥を待っている間に、こういったね、目立つところのゲート跡、整えておきましょう。まあでもデザインナイフでこそぎ取ってやるだけで、今回はヤスリがけまではまあしなくてもいいかなと思います。ドライブラシをやると結構ね、武骨な感じになりますので、ゲート処理が適当でもあんまり目立たないかなと思われます。あと、こちらの頭部アンテナの先端にある、このね、謎の境目。これはよく安全フラッグと呼ばれたりしていて、先端が尖りすぎないように、ちょっとね、パーツが分厚く作られているんですよ。そしてこのグフの頭部パーツは、明らかにここで切ってくださいっていう切り取り線が入っておりますので、これは切って整えておきましょう。切り取り線よりも若干上の部分を切って、あとはこちらの残った部分を適当なヤスリで整えていって、はい、この通り。それとこの段階でもうルビーつけちゃいましょうか。まずは頭部パーツを分解します。そしてこれこのままここにダイヤつけると、このね、頭部パーツの上の部分のここと干渉してしまいますので、ちょっと削ってからルビーを貼り付けるっていう感じで作ります。こちらですね。まずは元々貼ってあったシールを剥がしまして、こちらの部分を少しヤスリで削って平らにします。はい、ルビー取り付ける部分平らにしましたので、実際にルビーを置いてみて頭部パーツが閉まるかやってみましょう。ちなみにこちらの頭部パーツの裏側の部分も少しだけ削りましたね。それではこちら閉じ込みまして、こんな感じ。結構良さそうですね。もう横から見るとギリギリです。ギリギリというかちょっと当たっちゃってるぐらい。ただこれ以上はね、ちょっと削れないので、もうこれでいっちゃいましょう。やっぱりこちらね、ドライブラシせずに真っ黒なまんまがいいので、カメラ絵の部分は後で組み立てます。はい、頭部パーツは軽く閉じ込んでおいて、この状態にしておきましょう。はい、そしてあれから半日ぐらい経ちまして、先ほど合わせ目消しした部分が固まってくれましたので、このね、接着剤の飛び出し部分を除去していきましょう。まずはマジスクを使って大まかにカンナ掛けしていきます。いきなりヤスリで削っていってももちろんいいんですが、大部分をまずマジスクでこそぎ取っちゃった方が結果的に早く作業できると思います。続いてスポンジヤスリの400番で合わせ目部分の段差を均一にしまして、スポンジヤスリの800番で表面を整えます。ちょっとまだ表面の質感の違いが若干気になりますので、さらにスポンジヤスリの4000番。はい、4000番で磨いてみるとこんな感じ。結局ね、この上にドライブラシやるとほとんどわかんなくなっちゃうと思いますので、このくらいにしておきましょう。はい、どちらもね、合わせ目消し完了しました。あとは胸にもシール貼ってあるパーツありまして、これね、リメイクバージョンだとクリアオレンジなんですけど、今回はこちら質感を統一させるために取っちゃいます。はい、これにて下準備すべて終わりましたので、お待ちかねドライブラシやっていきましょう。お待たせしました。さあ、ここからは本番のドライブラシを行っていきます。やり方は簡単。まずエナメル塗料を開けまして、筆に塗料をつけていきます。そしたら筆をキッチンペーパーにこすりつけていって、こんな感じでかすれるぐらいまで塗料を落とします。これくらいですね。そしてここで作業しやすいように持ち手棒とこの猫の爪研ぎの裏にガムテープ貼ったもの、これね、ちょっと別途で用意しました。それではまずはこちらの足パーツからやってみましょう。やり方は簡単。筆先をエッジに対して垂直にこすりつけていくだけです。こんな感じ。はい、ちょっとやってみるだけでもだいぶ印象変わりますね。エッジの部分にはしっかりめにシルバーが乗って、面になっている部分にはほんのりとシルバーの筋がつくような感じになります。
今回は面に対してもしっかりシルバーをつけたいので結構大雑把にこすっていきますが、もしねエッジの部分だけシルバー乗せたい場合はあまり筆を寝かさずに筆先でエッジの部分だけを狙ってこすっていく感じにすると良いです。ちょっと喋っている間に塗料が乾いてしまったので、もう一度筆先に塗料をつけましてエッジの部分だけ狙うパターンやってみます。こんな感じですね。こういう表現だと面の部分は綺麗になっていて、エッジの部分だけ摩耗というか塗装剥げのような表現をすることもできます。ただし今回はね鎧のような全身ほとんどシルバーみたいな感じにしたいので、面の部分に対してもざっくり塗っていきます。はい、ざっくり全体塗ってみるとこんな感じ。どうですか？なんかこういぶし銀みたいな感じでかっこよくないですか？ポイントとしては筆を動かす方向を統一した方が私はいい感じの表現になるんじゃないかなと思います。そしてその動かす方向の決め方としては、こういう角部分のエッジに対して垂直に動かしていく感じですね。ここの目を塗るならこう、そしてつま先上の甲の部分を塗るならここの部分のエッジに対してこうですね。続いてこちらのヒートサーベルのパーツも塗っていきましょう。こちら本来はねこのようなオレンジなんですけど、シルバーで塗るんで西洋の剣みたいな感じになってまた違った印象になるかなと思います。それではドライブラシやっていきます。エッジがこうなのでこういう方向に動かして塗っていきましょうか。はい、ドライブラシやってみるとこんな感じ。立体感マシマシになった感じでいいですね。ドライブラシやる前だと黒くてねのっぺりしていたんですけど、こう刀の刃の中にある刃文みたいなのがうっすらねこう浮かび上がってきて、だいぶ印象変わったんじゃないでしょうか。本当にね10秒15秒ぐらいパパパパーってドライブラシしただけでこの様変わりよう。ちなみに反対側はこんな感じ。いかにもプラスチックですっていう感じです。はい、反対側も塗ってみるとこんな感じ。ロールプレイングゲームに出てくる3番目の村で買えるぐらいの剣っていう感じですね。そしてドライブラシのいいところは失敗しても目立ちにくいというか、もはや失敗がないっていうところです。実は私あえてここの剣の横の部分ちょっとあえてくちゃくちゃっと塗ってみたんですけど、全然違和感ないですよね。なんかそういう表現なのかなっていう感じに見えます。反対側はねなるべく綺麗にこう動かすようにしたんですけど、別にねこういう動きじゃなくてもちょっとこうくちゃくちゃってなったとしても別に表現としてはね違和感ないんですよ。なので筆塗りちょっと自信ないなっていう人にもまずはこのドライブラシかなりおすすめです。もう筆ムラとか気にしなくていいですからね。そして塗料と筆さえあればできますので、なんか面白そうって思ったら道具をすぐにポチりましょう。あとは勝手にやりたくなってくるはずです。まだ他にもパーツいっぱいあるんですが、最後代表してこちらの胸と腰とバックパックが一緒になっているこちらのパーツやっていきましょう。こういうでかいパーツは持ち手棒につけてねこうドライブラシしてるとすぐにグラグラってなっちゃうんで、こうやってね持ち手棒2つつけて練り飴みたいにして持つと作業しやすいです。全然ビクともしませんね。それではやっていきます。ここのパーツはいろんな方向にエッジがあるんで、どういう方向に筆を動かすかっていうのがちょっと悩みどころですね。まあたださっきのセオリー通りエッジから外エッジから外っていう感じで塗っていきます。はい、途中経過ですがこんな感じ。ちょっと裏面はねまだあまりやってないんですけど、どうでしょうか。なんか昔こういう金属製のこれくらいのちっちゃいポケモンのやつとかありましたよね。そういう表現に見えます。あとこの動力パイプの陰影がくっきりしてかっこいいですね。一気にメカ感が出たような気がします。そしてちょっと奥まったところの筆塗りはかなりカスカスになった筆をこうやってねこすりつけるようにするとちょっとずつね色が乗ってくれるのでいい感じになってくれます。それでは他の部分も塗っていきます。はい、全体にやってみるとこんな感じ。
なんかめっちゃちっちゃいですけど 1kg ぐらいの重さを感じるようになりましたね。このバックパックの部分もバーニア部分がくっきりしたり細かなモールドが浮き上がってきてドライブラシやってて非常に楽しかったですね。デコボコの絵にね画用紙を当ててこう鉛筆でこすり上げるとイラストが出てくる、そんな遊びをやっているかのような童心をねふと思い出すことができました。っていうような感じで他のパーツたちもやっていきます。はい。ということで、すべてのパーツ、ドライブラシ完了です。いや、本当にね、真っ黒なボディが、ブラシこすりつけていくだけでね、シルバーが乗って、しかも、目立たなかったモールドとかもね、浮かび上がってきて、めちゃめちゃ楽しいです。久しぶりになんかこう、時間を忘れて無心になったかもしれないですね。はい。それでは、後回しにしておりました、こちらの3億円ぐらいに見えるルビーのパーツ、取り付けていきましょう。まず頭部パーツ開けまして、物合いをつける土台の部分を差し込みます。はい、そして適当な接着剤を少量つけまして、ルビーを取り付けます。こんな感じですかね。そして頭部パーツの上側で挟み込んで軽く位置合わせをします。こちら瞬間接着剤じゃないので、ある程度の位置調整をする猶予はあります。はい、こんな感じでカメラアイのルビー装飾完成。バイオハザードだったらここを打ったらアイテムがおそらく出てくるでしょう。はい、という感じで全ての工程終わりましたので、乾燥させたら組み立てを行っていきましょう。はい、これにてエコプラグフ金属重厚感マシマシ仕上げ完成です。プラぼっち研究所。はい、いかがでしたでしょうか。おなじみの真っ暗なエコプラがまるで中世の戦場を駆け抜けた暗黒騎士が身にまとうような重厚で冷たくてどこか鉄臭いような本物の鎧へと生まれ変わりました。光が当たるたびにギラリと鈍く輝くエッジ、そして奥まった部分に潜む深い闇、この極上のコントラストたまらないですね。驚くべきなのは今回面倒なサフ拭き、下地塗装も一切してませんし、高価なエアブラシも一切使ってません。やったことといえばこの200円ぐらいの筆に200円ぐらいの塗料をつけてカサカサとこすりつけただけ。それなのにこの圧倒的な重厚感と説得力が出るのはエコプラが持つ再生プラスチック特有の深みのある漆黒の成型色をそのまま影の色として活かしているからなんです。一部ここで3億円ぐらい使っちゃってますけどね。今回使った道具たちは下の概要欄に URL 貼っておきますのでよかったらチェックしてみてください。ここでこれから挑戦してみたいという皆さんのために重要なポイントをもう一度おさらいしておきます。ポイントは一つ。筆の塗料はこれでもかというくらいカサカサに拭き取ることです。慣れてきたら自分の加減が分かってくると思うんですけど、最初はちょっと物足りないかなって思うぐらいでちょうどいいです。少しずつ何度も色を重ねていくことで、まるで金属が本当に擦れて剥げたようなリアルな質感が生まれていきます。
一度にドバッと塗ってしまうとただの銀色のプラスチックになってしまうので、ここだけは焦らずカサカサをじっくり楽しんでみてください。エコプラってね、売っててもちょっとスルーしがちですけど、モデラーにとって最高の黒立ち上げ用素体でもあるんです。あとはリサイクルに協力してるんで環境にも優しいっていうのもありますね。もしイベントやガンダムベースでエコプラを見かけることがありましたら、ぜひ皆さんもね、一度手に取ってみて、この鎧カ塗装にチャレンジしてみてください。プラモデルの新しい楽しさに目覚めること間違いなしです。はい、ということでそろそろ動画を締めましょう。このチャンネルではガンプラをはじめとしたプラモデルに役立つ情報の紹介や全塗装動画なんかをアップしております。今回の動画が良かった、次の動画も気になるなという方は、ぜひ高評価ボタンとチャンネル登録で応援よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。最後までのご視聴ありがとうございました。プラぼっち研究所よりお届けいたしました。プラぼっち研究所。